はい、皆さん、こんにちは。この動画では、これから FX を始めようと思っている方、または FX を始めたばかりで、これからチャート分析の勉強をしていきたいという、チャート分析は全くの初心者という方に向けて、FX のチャート分析の基本を解説していきます。今画面に表示しているチャートと呼ばれるものを皆さんも目にしたことがあると思いますが、この1本のラインの動き、上がったり下がったりしていますが、これから何を読み取ればいいのか、それから拡大した時に見えるこの小さな四角はどういう意味なのか、またよくですね、チャートにこのようなラインが引いてあるのを見たことがある方もいらっしゃると思いますが、これにはどういう意味があってどうやって引くのか、このような疑問に答えつつ、実際のチャートを使いながらチャート分析の基礎を解説していきます。動画を見終わる頃には、この素のチャートを使ってこのように基本的なチャート分析ができるような構成にしていますので、効率よく基礎を学んでいきたいという方はぜひ参考にしてください。ではまず最初にですね、チャート分析とは何かを簡単に説明していきたいと思います。皆さんはローソク足の見方や具体的なチャートの見方を早く知りたいと思っているかもしれませんが、すぐに本題に入りますので、その前に少しだけ大事な話をさせてください。これからチャート分析を学んでいく上で、そもそもチャート分析って何のためにやるのか、ここを知っているかどうかで、その後の吸収力が全く変わってきます。実はこの話というのは動画の後半の相場の流れの見極めやラインの引き方にも深く関係してくるんですね。ですのでここではごくシンプルにチャート分析の目的をお話しします。チャート分析、テクニカル分析と呼ばれることもありますが、これはチャートから読み取れる情報をもとにして過去の値動きの傾向を分析したり、売買の判断をするための方法です。金融市場の分析手法として大きくテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の2つがありますが、ファンダメンタルズ分析というのが世界経済の動向であったりとか、特定の国の経済状況ですね。例えば経済成長率、失業率ですとか、物価の状況、それから人口動態などの情報、それから株価であれば企業の業績も含まれますけれども、こうした経済動向や指標などの情報を使った分析方法であるのに対し、テクニカル分析は純粋にチャートから得られる情報、つまり価格をもとに分析する方法のことを言います。で、皆さんがこれから学んでいくチャート分析で最も大事なことなんですけれども、チャート分析というのは未来を当てるためのもの、未来を予測するためのものではないということです。チャート分析ができるようになれば、これから円安になるのか円高になるのかがわかるんではないか。これから日経平均が上がるのか下がるのかわかるんではないか。そういうふうにですね、期待をされている方もいらっしゃるかもしれませんが、チャート分析を行っても残念ながら未来はわかりません。じゃあ何のためにやるんですかっていうと、これは皆さんが FX や株などの金融商品を売買するにあたっての意思決定を行うために行うものです。これからドルを買おうかな、それとも円を買おうかな、株は今は買うのはやめて代わりに暗号資産を買おうかなとか、いろいろな意思決定をすると思いますが、その際の材料の一つとして用いる、いわば意思決定支援ツールなんです。ではこの点を押さえた上でですね、具体的なチャートの見方に移っていきましょう。チャートをこのように引きで眺めると一本のラインのように見えますが、拡大するとこのように小さな四角が集まってできていることがわかります。この一つ一つの小さな四角のことをローソク足と呼びます。チャートというのはこのローソク足が集まって形成されているわけですね。ということで、まずはチャートを形作っているこのローソク足の見方から進めていきたいと思いますが、それを理解するためにそもそも金融市場、相場とも言われますが、これはなぜ動くのかを理解する必要がありますので、最初にその点を見ていきましょう。金融市場というのは買い手と売り手で成り立っています。例えば株式市場というのは株を買いたい人、売りたい人が取引所を介して日々売買を行っています。FX、為替市場であれば、例えばドルを買いたい人やドルを売りたい人、日本円を買いたい人、日本円を売りたい人が集まって日々売買を行っているわけです。そして相場が動く理由というのはシンプルです。買い手が売り手よりも多ければ価格は上がります。反対に売り手が買い手よりも多ければ価格は下がります。これをもう少しわかりやすくするために日常生活の例を見ていきましょう。ここに1軒のリゾートホテルがあったとします。1棟10部屋の小さなホテルで1部屋1泊100ドルだったとしましょう。今月は天気の悪い日が多いローシーズンです。なかなかお客さんの入りが良くなく部屋が埋まりません。ホテルというのは空室のままですと人件費や維持費だけが発生して収支に影響を与えますので、少しでもお客さんが入りやすいようにと1泊50ドルの半額に値下げしたところ、ようやく前日予約が埋まりました。月が変わって翌月です。この月は天候も良く多くの観光客が訪れるハイシーズンです。月が始まって間もなく半分の5部屋が埋まりました。
その後もひっきりなしにお客さんからの問い合わせが続いたため、ホテルは1泊200ドルに値上げしましたが、それでもすぐに満室になりました。このように価格というのは買い手が多ければ上がっていき、売り手が多ければ下がっていきます。皆さんも経験あるんではないでしょうか。夏休みとか年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇の時期というのは、新幹線の乗車券、航空券の値段もホテルの値段も跳ね上がりますよね。あれっていうのは新幹線の台数や座席の数というのは決まっている中で、より多くのお客さんが席を求めて殺到するので価格が高くなっているんです。このように価格というのは買い手と売り手のバランスで決まっていき、これはどの市場でも同じです。これがわかるとローソク足の見方もわかるようになりますので、次はローソク足を見ていきましょう。ローソク足というのは1日の値動きを1つのローソクで表したものです。ではこのローソク足がどのようにできるのかを見ていきましょう。こちらの図を見てください。市場が朝始まった時につけた価格を例えば10ドルだったとしましょう。そして市場が空いている間につけた最も安い価格を9ドルだったとします。反対に市場が空いている時につけた最も高い価格を12ドル。そして市場が閉まった時につけた価格が11ドルだったとします。この市場が始まった時につけた価格のことを始め値。市場が空いている間につけた最も安い価格のことを安値。市場が空いている間につけた最も高い価格のことを高値。そして市場が閉まる時につけた価格のことを終値と呼びます。そしてこの4つの価格を用いて1日の価格の推移を表したのがローソク足ということになります。ローソク足を描くときには、まず始め値と終値の部分をこのように四角で囲います。そしてこの四角の上側の線のところから高値までを1本の線で結び、同様に四角の下側の線から安値までを1本の線で結びます。この四角で囲われた部分のことをローソク足の実体、上下に伸びている線のことをヒゲと言います。ここからヒゲが伸びているように見えますよね。このように4つの価格を用いて1日の価格の推移がわかるのがローソク足ということになります。ただローソク足の出来方はこれだけではありません。今度は別の例を見ていきましょう。今度は市場がオープンした時に例えば11ドルでスタートしたとしましょう。そしてそこから価格が上がって日中の高値をつけます。その後価格が下落して今度は9ドルをつけました。そして市場が閉まる時には10ドルをつけて終了したとします。この4つの価格を先ほどの定義に倣ってつけるとこのようになります。市場がオープンした時につけた11ドルを始め値。日中つけた12ドルが高値。日中につけた最も安い価格が安値。そして市場がクローズする時につけた10ドルが終値ということになります。ローソク足の描き方は先ほどと同じです。始め値と終値のところでボックスを描きます。そしてこのボックスのところから高値と安値に向かって縦のラインを引きます。ヒゲの部分ですね。このような形でローソク足を描くことができました。さて、一つ目の例と二つ目の例の違いは何かというと、一つ目は始め値より終値の方が高いですよね。つまり、市場が始まった時の価格より、市場が閉まった時の価格の方が高かったということです。この場合のローソク足のことを陽線と呼びます。反対に二つ目の例は、始め値の方が終値より高いですよね。つまり、市場が始まった時の価格より、閉まった時の価格の方が安かったということですが、このようなローソク足のことを陰線と呼びます。この後覚えておくべきローソク足の形状を紹介していきますが、まずはローソク足には大きく陽線と陰線の2つの種類があるということを覚えておいてください。ここで1点、FX 市場の開始と終了について補足をしていきたいと思います。株式であれば株式市場が始まった時と終了した時、それぞれにつけた価格が始め値と終値の価格になりますが、FX に関しては24時間ですね、世界の至るところで市場が空いています。そのため FX の場合はオセアニア市場の開始時の価格がこの始め値、ニューヨーク市場の終了時点の価格がこの終値の価格になります。FX の各市場の特徴に関してはこちらの動画で詳しく解説していますので、この動画の後に視聴してみてください。今の時点ではここまで説明した内容が理解できていれば大丈夫です。では次は異なる時間でのローソク足を解説していきたいと思います。このようにチャートを開くと左上のところに日や4時間、1時間というふうに書いてあります。今表示しているチャートはトレーディングビューというチャートツールを使っています。非常に操作性に優れていて FX だけではなくて株や債券やゴールドなどほとんどすべての銘柄のチャートを見られます。無料でアカウントを作ることができますので、まだ持っていないという方は概要欄の URL から作成できますので、ぜひ使ってみてください。さて、この左上にある数字ですね。これが何を意味するのか、次はその点を見ていきます。
まずこの1時間と書いてあるところをクリックします。すると先ほどと同じようにローソク足が表示されます。先ほどこちらの図を使って説明したのは1日の値動きを表したローソク足ですが、この1時間のタブをクリックして表示されるローソク足は1時間の値動きを表したローソク足です。下の方にカーソルを合わせると1時間ごとのメモリが表示されますよね。例えば拡大して今この10時のところに表示されているローソク足というのは10時からの1時間、つまり10時から11時までの1時間の間の値動きを記録したローソク足ということになります。先ほどと同様にこちらの図を見ていきましょう。例えば10時になった時につけた価格が10ドルだったとします。その後価格は下がって10時5分に9ドルをつけました。そしてその後価格は上昇して10時40分に12ドルをつけました。そこから再び価格が下がって10時59分59秒、つまり10時からの1時間が終了する時には11ドルをつけたとします。先ほどと同様にローソク足を描くとこのようになります。この場合も10時が始まった時の価格を始め値、10時から1時間の間につけた最も安い価格を安値、最も高い価格を高値、そして10時からの1時間が終了する間際につけた価格を終値と呼びます。ローソク足の描き方は同じです。始め値と終値の部分を結んでボックスを描きます。そしてこのボックスのところから高値と安値に向かって縦線を引きます。先ほど解説した1日の値動きを記録してできたローソク足を日足。この図で解説したように1時間の値動きを記録してできたローソク足を1時間足と呼びます。同様に4時間足は4時間ごとの値動きを表し、週足というのは1週間の値動きを表すというように、ローソク足は様々な時間軸で形成されます。ローソク足には様々な時間軸が存在するということを覚えておいてください。では次のトピックに移りたいと思います。ここまでがローソク足がどのようにできるかの説明でしたが、ローソク足の形状にもいろいろな種類がありますので、次はそれらについて見ていきましょう。先ほど説明したように、ローソク足は大きく陽線と陰線に分けられ、それからもう一つ特殊なタイプもありますので、それぞれのカテゴリーごとに知っておくべきローソク足の10種類を説明していきます。10種類もあるのかと思うかもしれませんが、基本的な考え方さえ理解できれば、どんな形状になっても見方はわかります。あとはチャートを見ていく中で慣れていくだけです。ではまず陽線から見ていきましょう。一番左の最も基本的な形です。ローソク足の実体の部分があって上下にヒゲが出ています。先ほどのローソク足の出来方でお見せしたものと同じですね。陽線が発生したときはどう見たらいいのかというと、これは1日を通じて買いが優勢だったということです。ローソク足の出来方でお話ししたことを思い出してください。市場が開いた時から価格が上昇して、市場が閉まった時の価格は開始時よりも高いのが陽線でしたよね。つまり1日の市場のオープンからクローズを通じて買いが優勢だったということになります。今回は日足を例にとって説明をしていきますが、他の時間軸のローソク足でも同じです。例えば1時間足のローソク足で陽線が発生すれば、その1時間は買いが優勢だったということになります。ちなみに今回のこの図では陽線を緑で、陰線を赤で表示していますが、この2色が世界で最もよく使われている色だと思います。証券会社によっては違う色を使っているところもあると思いますので、自分が見やすい色に設定するのがいいでしょう。次はお隣です。お隣は実体の部分が縦に長くなっています。この実体部分が縦に大きく伸びている陽線のことを大陽線と呼びます。大陽線が出現した時の意味というのは非常に強い買いの存在を意味します。次行きましょう。次はこのように上に長いひげが伸びている陽線です。まず陽線であることには変わりありませんので、全体として買い手が優勢だったということには変わりがありません。ただし、この部分で長い上髭が伸びているのは、この部分の価格帯、つまり比較的高い価格帯では買い手が売り手に押し返されてしまったということです。つまり全体としては買いが優勢な状況にはあるんですが、価格が上昇した高値圏内では買いを上回る強い売りが介在したということになります。先ほどリゾートホテルの例で買い手と売り手の例を紹介しましたけれども、相場というのは買い手と売り手の綱引きですので、価格が高くなったところでは売りたい人がそれなりにいるということになります。では今度は今のパターンの反対で下に長いヒゲが伸びた陽線です。これも陽線ですので全体としては買いが優勢なことには変わりがありません。この下髭の部分をどうやって見るかなんですけれども、市場がオープンした時の価格というのはこのローソク足の実体の下側の価格でしたよね。そこから価格が一旦下がってこの下髭の先端付近まで来ました。価格が下がったということは売り手が優勢だったということですが、
そこから買い手に押し戻されて市場がクローズした時にはこの位置まで価格が上昇しています。つまりこの下髭の部分では売り手を上回る強い買いが介在したということです。そうでなければ価格がこの終値のところまで上がらないですよね。ということで安い価格帯では買いたい人の方が多かったということになります。この上下に長い髭が伸びたロウソク足についてもそれぞれ正式名称がついているということがあるかもしれませんが、それらは覚える必要はありません。名前を覚えても肝心のロウソク足の見方がわからなければ意味がありませんし、大切なのはこのロウソク足が発生した時にその意味を読めるかどうかです。では次は陰線を見ていきましょう。一番左は最も基本的な陰線の形です。陰線が発生した時はどう見たらいいのかというと、これは1日を通じて売りが優勢だったということになります。ロウソク足の出来方のところでお話ししたことをもう一度思い出していただきたいんですけれども、市場がオープンした時から価格が下落して、市場がクローズした時の価格はオープン時よりも安いのが陰線でした。つまり1日の市場のオープンからクローズを通じて売りが優勢だったということになります。次はお隣です。実体の部分が縦に長く伸びた陰線のことを大陰線と呼びます。大陽線の反対ですね。このように非常に長くなっています。大陰線が出現した時というのは非常に強い売りが介在したということを意味します。次行きましょう。次はこのように上に長い髭が伸びている陰線です。まず陰線であるということは、この日は全体として売り手が優勢だったということになります。加えて、この長い上髭の部分に注目すると、一時的には買い手が優勢で価格が上昇する局面もあったものの、結局は全て押し返されてしまうほど売り手が優勢だったということになります。では陰線の最後の形状を見ていきましょう。最後は下髭の長い陰線です。陰線であるということは、この日は全体として売り手が優勢なんでしたよね。市場が始まった後、日中に高値はつけるものの、1日を通して価格は下落を続けます。ただ下がったところでは買い手の抵抗により反発していますので、安い価格帯では売り手を上回る買い手が存在したということになります。ここまでが陽線と陰線のよくあるロウソク足の形状なのですが、実はこの他にももう一つのタイプが存在します。それがこれから説明するレンジというものです。陽線というのは買い手が優勢、陰線というのは売り手が優勢でしたよね。このレンジのタイプのロウソク足というのは、その買い手と売り手両者が拮抗している状態を示します。まず一つ目はこのように2本のラインが十字のようにクロスした十字線というものです。これは何を意味するのかというと、市場がオープンした時の価格とクローズした時の価格が全く同じということを意味します。通常の陽線や陰線であれば、始め値と終値の間に差があって、それがロウソク足の実態になるんでしたよね。ところが、始め値と終値が全く等しいと、このように十字のようなロウソク足になり、これはつまり1日を通じて買い手と売り手が拮抗していたということを示します。もう一つの足がコマ足と呼ばれるものです。コマ足というのは実体の部分が極端に小さく、上下に髭が伸びたロウソク足のことです。形を見るとこのようにコマのように見えることからそう名付けられています。ロウソク足の実体部分が非常に小さいということは、市場がオープンした時の価格とクローズした時の価格がほとんど同じだということ。つまりこれも買い手と売り手の拮抗を意味します。また小さいといえども実体の部分は存在しますので、今このボックスの中を白で示していますけれども、終値が始め値よりも少しでも高ければ陽線の色に、その反対であれば陰線の色になります。ですので、この2つのロウソク足の形を目にしたときは、売り買い拮抗のレンジだったんだなというふうに見るようにすれば大丈夫です。では次のトピックに移りましょう。チャートを形作るロウソク足の見方が分かったところで、次の重要なポイントが相場の流れを把握するということ。流れが把握できて、かつその流れに乗ることができれば、トレードでも大きな利益を狙うことが期待できます。チャートをこのようにズームインして表示すると、ただロウソク足が連なっているようにしか見えませんが、このようにズームアウトすると、ある一定方向への動きが出ていることがわかります。さらにもう少し細かく見てみると、上がっているところと下がっているところに気づくと思います。例えばこういうところ、上がって少し下がった後にもう一度上がって、ここで下がった後にもう一度上がって、そして下がってからもう一度上がるというように動いています。実は相場というのは上昇するときも一直線には上がらないんですね。このように上がって下がってを繰り返し、このようなジグザグを描くように上昇していきます。下降の場合も同じです。このチャートを見ると下がっていますよね。
でもこの下がっている部分を細かく見ていくと、下がっては上がって、また下がって、その後上がってというように、下げと上げを繰り返しながら、全体としては右下がりの流れを作っているということがわかります。では次にこのジグザグの動きに注目して、さらに細かく見ていきましょう。チャートの中央部分、ジグザグを作っている山と谷に注目してください。この部分が山になっています。今チャートに青の丸で印をつけているところですね。そしてここが谷です。谷は今チャートに緑の丸で印をつけているところになります。山と谷を見つけるのも最初のうちは慣れないと難しいと思いますので、その場合はですね、インジケーターを動画の概要欄に載せていますので、それを表示するとより見つけやすくなります。今回は設定画面でここに4を入れてください。するとこのように山のところに SH、谷のところに SL と表示がされます。SH というのはスイングハイの略。SL はスイングローの略です。スイングハイとスイングローというのは厳密な定義はあるんですが、ここではこのように相場がジグザグを描いてできる山の部分の高値、谷の部分の安値というように一旦覚えてください。で、厳密な定義や先ほどのインジケーターの詳しい使い方に関しては、こちらの動画の中で説明をしていますので、この動画の後に合わせて見ていただくといいと思います。慣れないうちは、この山と谷を見つけるのに、このインジケーターを使って慣れるようにするといいと思います。今の時点では相場の流れを把握できるようになるという点を優先したいですので、とりあえずはこの状態で進めます。で、この山を作っているローソク足の高値、谷を作っているローソク足の安値の推移に注目すると、高値はこのようにどんどんと切り上がり、安値もこのように切り上がっていっていますよね。このように高値と安値の切り上げが続いている状態のことを上昇トレンドと言います。今度は下げの動きを見ていきましょう。今回もこの山を作っているローソク足の高値 SH と谷を作っているローソク足の安値 SL の推移に注目すると、高値はこのようにどんどんと切り下がり、安値も切り下げていることがわかります。このように高値と安値の切り下げが続いている状態のことを下降トレンドと言います。一旦ここまでのお話を整理してみましょう。相場の方向を見極めるためには、まず山と谷に注目するんでした。山の部分の高値と谷の部分の安値の切り上げが継続している状態を上昇トレンド。このように高値が切り上げ続けていて、安値も切り上げ続けている状態ですね。そして一方で高値と安値の切り下げが継続している状態を下降トレンドと言います。ここまで説明してきた上昇トレンドと下降トレンドの定義というのは、20世紀の初頭に誕生したダウ理論という相場理論の中で提唱されている考え方です。ダウ理論というのは、これをベースにして他のいろいろなテクニカル分析が考案されたりと、チャート分析、テクニカル分析の基盤ともいえる理論ですので、非常に重要です。ダウ理論に関しては他にもいろいろと相場の性質や分析手法がまとめられているんですけれども、それらを体系的に理解できるように過去にこちらの動画でまとめていますので、ぜひ今回の動画と合わせて視聴してみてください。ダウ理論だけで動画数本分のボリュームになりますので、ダウ理論のプレイリストも概要欄に貼っておきます。ではまた本題に戻っていきたいと思いますが、トレンドには重要な特徴があります。それがトレンドは一度発生すると継続しやすいというものです。ここに慣性の法則と書きました。慣性の法則というのはアイザック・ニュートンによって発見された外部からの力が働かない限り動いている物体は動いている状態を維持しようとする。止まっている物体は止まっている状態を維持しようとするという物理の法則ですけれども、例えば皆さんが電車に乗っている時に電車が急ブレーキをかけると進行方向に倒れそうになるあの現象ですね。体は電車が動いている時の状態を維持しようとするため、電車が止まろうとしても体は前に進み続けようとするので、前につんのめるような状態になるというものです。実はこの慣性の法則と相場の動きの類似性は様々なところで言われていることでもあり、トレンドは一定の条件が発生するまで継続しやすいというのも非常によく知られた特徴です。自然界の法則ですので、自然界に存在する人間の営みにも影響を与えるということなのかもしれません。では一つチャートの例を見ていきたいと思います。こちらは先ほど下降トレンドの説明のところで取り上げたチャートを再び表示しています。FX のユーロドルという通貨ペアの冷やしチャートです。もう一度おさらいですが、現在はこのような下降トレンドが発生している状況です。この後の様子をコマ送りで見ていきたいと思います。はい、ここの部分ですね、少し揉み合うような状態になっているんですけども、その後戻しを形成して、そして再び下落して、ここの安値を下に超えてきています。ということで、ここの安値からここの安値にまた切り下げが起きているということになります。はい、では続きを見ていきましょう。
はい、その後ですね、再び反発はするんですけども、ここの高値を超えることができずに再び反落して、そして反発の起点となったここの安値を再び割り込むような形になっています。ですので、ここの安値から再びここの安値に安値の切り下げが発生していますよね。そしてさらに続きの様子なんですけども、一つ前の高値であるここの高値からここの高値へ高値の切り下げが発生して、そしてここの安値を再び下に抜けてきています。つまり、ここの安値もさらにここの安値に切り下がったということになります。今この太い青線で引いているように、下降トレンドが継続している状態というのを確認できると思います。ここまででトレンドの把握の仕方について理解していただけたかと思いますが、ここではトレンドを視覚的に把握するツールについても紹介したいと思います。それがトレンドラインというものです。先ほど使ったこちらの図を用いてトレンドラインの解説をしていきたいと思いますが、上昇トレンドであればこのように高値と安値切り上げが発生している状態のところで、この切り上げている安値を通るようなラインを引いていきます。下降トレンドであれば、このように高値と安値切り下げ続けている動きがある中で、この切り下げている高値を通るラインを引いていきます。このように上昇トレンドに沿って引いた斜めのラインを上昇トレンドライン、下降トレンドに沿って引いた斜めのラインを下降トレンドラインと言います。ではトレンドラインに関しても実際のチャートを使って引き方を解説していきたいと思います。まずは上昇トレンドラインですが、先ほど使ったこちらのチャートを使っていきましょう。トレンドラインを引くときのコツなんですけれども、あまりですね、この谷の部分、安値の部分の頂点のところにピタリとラインを合わせて引くというよりかは、できるだけ多くの谷を共通して通るようにラインを引くことを意識するといいと思います。今回の場合はこんな感じでしょうか。今回は4点ですね、この谷、この安値が共通して通るラインを引けることになります。で、今回に関しては、このように4点通るトレンドラインを引いた後に、その後の動きっていうのを見ていきたいんですけども、じゃあ例えばですね、皆さんがチャートのここにいたとしましょう。はい、今このような形で、先ほど引いたように4点通るトレンドラインを引いていたとします。で、その後ですね、ここの部分から価格が下落してきました。はい。で、今回はこのトレンドラインのところまで下がってから再び反発しているという様子が確認できると思います。で、こういった動きというのは動画の後半で解説していく内容なんですけれども、このようにトレンドラインのところから再び反発していくっていうのもよくある動きの一つです。はい。では今度は下降トレンドラインを引いていきましょう。先ほど使ったユーロドルの冷やしチャートです。下降トレンドラインは高値を基準に引いていくラインになりますので、今回もできるだけ多くの高値を共通して引けるラインを引いていきたいと思います。そうすると、こんな感じで弾けるでしょうか。で、今回に関しても1点、2点、3点、4点ですね。この4つの SH、4つのスイングハイを通るラインを引くことができます。で、この後の様子を見ていくと、はい、価格が再びこのトレンドラインのところに戻ってきたところで、再び反落しているということがわかると思います。ここの部分少し頭は突き出ているものの、その後すぐに反落してますよね。で、このように毎回ピタリと反応することもありますし、このようにですね、少し頭が突き出るっていうこともあるんですが、これも動画の後半でお話ししていくことなんですけども、こういったラインを引いていく場合ですね、ピンポイントで捉えるというよりかは、どちらかというと、ゾーンで捉えるというのが重要になります。このあたりはまた動画の後半で触れていきたいと思います。では次のトピックに移りましょう。ここまで相場の流れを抑えようということで、相場には一方向に動くトレンドというものがあるという点を説明してきました。実は相場には2種類の動きしかなくて、それがトレンド相場とレンジ相場です。トレンド相場というのはここまで見てきたように上昇トレンドと下降トレンドの2つがありました。レンジ相場というのは何かというと、この右の図にあるように一定の範囲を行ったり来たりしている相場のことを言います。トレンド相場が高値と安値の切り上げまたは切り下げが継続している状態なのに対して、レンジ相場は高値も安値も更新しない動きの相場ということができます。レンジ相場の例を実際のチャートで見ていきたいと思います。ここまでの内容のおさらいも含めて見ていきたいと思いますが、まずはチャートの真ん中部分の動きに注目をしてください。下降トレンドが発生しているということがわかりますでしょうか。このような下降のジグザグ、下降トレンドが発生しているということがわかると思います。そしてここの部分から反発が発生して、ここから再び反落して、その後はですね、横ばいのような状態が続いているんですけども、ここの部分の動きに注目してもらうと、今四角で囲った部分ですね。ここの安値を下に抜けられない期間と、ここの高値を上に抜けられない期間というのが続いていますよね。で、先ほどのレンジ相場の定義を思い出していただきたいんですけども、
レンジ相場というのは高値も安値も更新できない相場のことを言いました。で、ここの部分の動きというのを見ていくと、ここの安値とここの高値を更新できていない期間というのが続いていますよね。ということで、現在はここからここまでのレンジ相場になっているということになります。この青の網掛けの部分ですね。では、チャート分析で重要なもう一つのポイント、相場の転換の把握に移りたいと思います。ここまで相場にはトレンド相場とレンジ相場の2種類があるということ、そしてトレンド相場には上昇トレンドと下降トレンドが存在し、それらの見分け方について解説をしてきました。相場の流れを見極めることができ、その流れに乗ることができれば、投資やトレードで利益を得るチャンスにつながるわけですが、このトレンドというのは残念ながら永遠に続くわけではありません。一生上がり続ける相場、下がり続ける相場というのはないんですね。どこかのタイミングで流れは変わります。これが仮に上昇トレンドが永遠に続いていくとなったらどうでしょうか。皆さんがある時点で株を買ったら、あとは一生上がっていくだけとなったら、みんなが儲けることができてしまいますが、実際にはそうなっていないわけです。皆さんも経験があるかもしれません。上がっているから株を買ったと思ったら今度は下がっていって損失を被った。円安だと思って円を売っていたらいつの間にか円高になっていて元本を割り込んでしまった。このように相場の流れというのはたびたび転換というものが発生します。上昇トレンドだったのが下降トレンドになったり、下降トレンドだったのが上昇トレンドになったり、またはレンジ相場になったりと、流れというのは永遠には続かずに変わっていきます。ただし、相場の転換を抑えられるようになれば、もっと言えば転換しそうなところを事前に見極められれば、変なところで買ったり売ったりして損失を被るのを避けることができますし、また逆に新しく始まる相場の流れに乗る機会にもなり得ます。ここでは転換を見極めるための2つのポイントをお伝えしていきます。まず1つ目のポイントが転換になりそうな場所を事前に把握するというものです。そして相場の転換をつかむのに重要なのがサポートレジスタンスという考え方です。サポートラインというのは過去に複数回にわたって反発の起点となったラインのこと。過去に何回も反発したところで将来も同様に値動きが止められるというのはよくある特徴の一つです。そして今度は右側ですが、レジスタンスラインというのは過去に複数回にわたって反落の起点となったラインのことを言います。ではサポートラインとレジスタンスラインについても実際のチャートを使って引き方を解説していきたいと思います。サポートラインとレジスタンスラインを探すときのコツは2つあります。まず1つ目が、とりあえず2回以上反発もしくは反落しているところはマークしておくというものです。同じところで何回も止められていればいるほど強いサポート、強いレジスタンスとして認識することができますが、とりあえず2回以上反発、反落しているところは把握しておくと、将来のチャート監視もやりやすくなります。例えばこちらのチャートの場合、今表示しているのは為替のドル円相場の週足チャートを表示していますが、このチャートでまずはサポートラインを見つけていきたいと思うんですけども、この場合はここに引くことができます。サポートラインとレジスタンスラインについても、先ほどのトレンドの把握と同様に、慣れないうちはこちらのインジケーターを使ってスイングハイとスイングローを表示して見つけるとやりやすいと思います。今回の場合で言うと、ここのスイングローとここのスイングロー、そしてここのスイングローと3つの安値を通るサポートラインが引けます。そしてチャートの右側の動き見ていただきたいんですけども、このサポートラインから価格が上昇して再び下がってきた時にですね、このサポートラインのところで再び反発して上がっていってるということがわかります。これが先ほど説明した過去に複数回反発の起点となっているラインは、将来も再び反発の起点となることがあるということの例ですね。そしてサポートラインとレジスタンスラインの探し方のコツの2つ目なんですけども、こちらがより重要なんですが、それは何かというと、ゾーンで見るということです。サポートラインもレジスタンスラインも特定できたとしてもですね、いつも必ずラインぴったりで反発する、反落するというわけではありません。こちらの例を見ていただくと、このチャートの右端のところですね、こういったところやこういったところというのもラインを少しはみ出して反発してますよね。ただこのサポートラインの付近をこのように今横長の四角で囲ったんですが、このようにゾーンとして把握をしておけば、再びこの付近に価格が接近してきたときに、前回反発の起点となったラインということで、またこのあたりから反発していくかもしれないというように注意することができますよね。ということで、サポートライン、レジスタンスラインを把握するときは、ある程度遊びを持たせてゾーンまたはエリアという視点でマークしておくということが非常に大切です。では今度はレジスタンスラインを探していきましょう。チャートは FX の通貨ペア、ユーロドルの週足チャートを表示しています。このチャートでレジスタンスラインを見つけていきたいと思いますが、まずここと、ここと、
ここの3点反応しているラインが存在します。ということで、ここに1本ラインを引くことができるんですが、チャートの右側の方を見てみると、ここと、それからここでもローソク足のヒゲの部分で反応しているということがわかります。これに関しても、ラインを引くにしても、あくまでゾーンとして見るっていうことが大切ということですね。これに関しても細かく見ていくと、例えばここなんかはヒゲでラインを上に貫いてきていますよね。それからこの右から2つ目の青の丸のところなんかは、これ若干なんですけども、このローソク足の実体のところでこのサポートラインを少し超えてきています。ただ結局はこのレジスタンスゾーンのところから反落してきているということで、やはりここについてもゾーンとして見ていくことが重要ということがわかると思います。では続いて相場の転換を見極めるためのポイントの2つ目なんですが、サポートライン、レジスタンスラインでの動きを観察するというものです。例えば左の図ですね、過去に2回反発の起点となったサポートライン、この赤の水平線のところですが、価格が再びそのサポートラインまで下がってきて、そこでどのような反応するかを観察する。右側の例にあるように、過去に2回反落の起点となったレジスタンスラインのところに価格が再び到達してきたときに、ここでどういうような反応をするか観察するということになります。では実際のチャートを使って見ていきましょう。今ドル円の冷やしチャートを表示しています。レジスタンスラインをゾーンで見る練習をしたいと思いますが、ここで1点、ここで2点、そして3点、4点と4点通るレジスタンスライン、レジスタンスゾーンを描くことができます。ではこの後の動きを見ていきましょう。今この青のボックスのゾーンに到達しましたので、ここからはより細かい動きを見ていくために4時間足チャートに切り替えてみたいと思います。ではここの青のボックスに到達した時の前後の動きに注目してください。まずは青のボックス到達前の動きを見ていくと、このように高値が切り上がり、安値が切り上がる状態となっています。このジグザグを見極めるのに慣れてない間は、先ほどと同じようにスイングハイとスイングローを使ってみてください。このようなジグザグを描いて推移しているということがわかると思います。動画の前半ですね、相場の流れを抑えようというトピックでお話しした上昇トレンド、下降トレンドの話を思い出してください。こういう形を上昇トレンドと言うんでしたよね。先ほどの復習になりますけれども、こういうトレンドラインを引いてもいいですよね。そしてこの青のボックスに到達して反落して、ここの安値を下に超えてきました。ただこの後また反発して、再びこのようなジグザグを描いて上昇しています。そしてこのボックスの中に突入してからですが、再び反落して、今度はこのような下落方向のジグザグを描きます。ジグザグの山と谷に注目してください。高値が切り下がり、安値が切り下がる動きが発生しています。こういうのを下降トレンドと言うんでしたよね。で、さらにその後の様子を見ていくと、この下降トレンドがさらに続いていく様子がわかると思います。ということで今回はこの青のボックスのレジスタンスゾーンのところを起点として、それまでは上昇トレンドだったのが、この青のボックスのところを起点として、今度は下降トレンドに転じてきているということになります。動画の冒頭でお話しした通り、相場に常にこうなるというのはありませんから、サポートレジスタンスゾーンに到達したからといって必ず転換するわけではありません。ここをこのままスコーンと上に抜けていくことだってあるわけですが、ポイントは2つです。このゾーンに到達したら相場の流れが変わるかもしれないと事前に注意できること。それからここのゾーンに到達してからの動きを観察することで転換した後の相場の流れに乗ることを狙えるということです。はい。ということで、今回はチャート分析の入門編ということで、3つの重要な要素ですね。ローソク足の見方、相場の流れの抑え方、相場の転換の見極め方をお伝えしてきました。チャート分析って面白そうだな、思ってたよりも難しくないかもと思っていただけたら幸いです。ここまで動画を見ていただいた方に、次のステップとしておすすめなのが、実際のチャートを見ながら今日学んだことを使ってみることです。ローソク足の見方のところでお伝えした10個のローソク足の形がありましたよね。まずはこれを実際のチャートから探すことから始めてみる。上昇トレンドや下降トレンドが今のチャートでどこで発生しているかを探してみる。サポートラインやレジスタンスラインを実際に自分で引いてみる。そのように実際にやってみることで理解が深まっていくと思います。またより実践的な内容を学びたい方には、こちらの動画も合わせて視聴していただくと、今回の動画の内容の理解度がより深まると思います。まずはテクニカル分析の基盤として紹介をしたダウ理論ですね。ダウ理論は主に6つの原則から成り立っているんですが、それらを解説しているのがこちらの動画です。その他ダウ理論を実際に使っていく上で必要な知識というのをプレイリストにまとめていますので、今回ダウ理論を初めて知ったという方はこちらも参考にしてみてください。それから2つ目がラインの引き方です。
今回の動画の中でもトレンドラインとサポートライン、レジスタンスラインの引き方を解説しましたけれども、さらに実践的な内容をこちらの動画で実演付きで解説しています。ラインを引く練習をするときに活用してみてください。それからチャート分析を行った後に実際に売買の注文を出す。エントリーと言いますが、エントリーに関しては基本パターンをこちらの動画で解説しています。今回の動画の一つのポイントでもあった相場の流れを抑えるということもベースになっていますので、合わせて見ていただくと相乗効果が得やすいと思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。